武器型、ブヨブヨ型、鉄仮面型と。ハリセンボンだなとか、箱フグだなとか、レモンイエローって言ってます。ミステリアス模様型と。ようこそお越しくださいました。今日は、フグの鑑別ですね。わかりづらいフグ、間違いやすいフグについて、ご参考になればというふうに、思いまして、このビデオを撮っております。素人様によるフグ調理大変危険ですので、絶対に、真似はなさらないでください。説明には専門用語がございます。また、魚のアップや魚をさばくシーンがございます。何卒ご了解の上ご視聴ください。この動画では東京都フグ試験を想定して説明しておりますが、東京都の公認ビデオではございません。ご利用は自己責任でお願いいたします。そして今年フグ試験を受験するんだとおっしゃる方、柴田書店からですね、いい本が出ております。こちらを参考に、フグ試験、頑張ってください。フグの鑑別をするときはですね、まず体の形ですね。一般の魚は上から見るということはあんまりしないんですが、こんな形をしています。それに対してフグは上から体型を見て判断を結構します。この大抵のフグの形の他にですね、スリム型、箱型、武器型、ブヨブヨ型、鉄仮面型と。そして見るからに毒がありそうなミステリアス模様型と、体型を見ただけでだいたいここまでわかる、そんな魚です。フグによってはですね、もう見ただけで、ハリセンボンだなとか、箱フグだなとか、もう形見ただけですぐわかるフグは、あります。なんかまずそれを、体の形を見る。大きさはね、あんまり当てになりません。っていうのは、もともとフグって、ちっちゃい卵から来てるでしょ。で、これがこのぐらいになるフグもあれば、このぐらいになるまで、大きくなるフグもあるわけです。で、そうすると、試験の時に出てくるフグの大きさって、ここまで来るフグがこの大きさってあるんですよ。で、そういうフグをわざわざこの見間違えないように出してくれるっていう、ありがたいというか、引っ掛け問題というか、そういうのが必ずあるんですね。で、次、トゲですね。トゲがあるかないか。それから、どんな雰囲気のトゲがついてるか。これ、本試験ではですね、フグの体に触って、指で触ったりとかですね、掴んで振りますはさすがにちょっとって言われるかもしれませんが、触ってみないと、わからないフグが出てきます。なので、きちんと触ってください。で、その上で、トゲの感じですね。ツルツルなのか、トゲがチクチク来るのか、それとも、さらっとした、紙やすりみたいなね、本当に細かいトゲがついてるだけっていうの。どこまでそしてまた、どこまでトゲが入ってるか。そういうあたりをチェックします。そして、そこまでできたら、最後に、ヒレですね。尻びれの形、色。それから、尾びれの形。ここの尾びれのここの真ん中がこう膨らんでますよっていうところか、両サイドがちょっと切れ目がピッて入ってるような、そういうのかっていうのの違いのある、そういうフグもいます。ですので、そういうところから、フグの鑑別をしてみてください。はい。これだけフグが並びました。ざっと見てですね、やりづらいフグ、わかりづらいフグばかりを今日はね、並べてるんですが、ご覧になってるフグ、全部違うフグです。で、試験の時にはですね、こうやって、
ヒレの形、体の雰囲気、この掴んで、ひっくり返して、尻尾の形、両手を使って見てみてください。では、じゅんぐりじゅんぐりに参りましょうね。まず、よいしょ。この子。このね、柄を覚えていてください。わかるかな？こういう感じ。この、おばちゃんのね、関西のおばちゃんのトラメ、あれを想像していただくとわかりやすいと思うんですが、で、全体がこのヌメヌメしている感じ。そして、わかりますかね？全体がこの、ブツブツと、この川の雰囲気ってこの魚しかいないんです。で、この魚は、全体はトラフグと同じような雰囲気をしています。最大の大きさというのは、だいたいこれよりもこのぐらいまでなるものもありますが、これでだいたい、平均サイズ。申し上げました通り、試験ではこれが出たり、こんなちっちゃい、そこまで、このぐらいの大きさのが出る時もございます。今回の動画ではですね、私の喋り、魚の特徴だけを申し上げるつもりでおります。で、字幕、多分ね、画面のこの辺に出るのかな？画面の字幕の一番最後のところにこのフグの名前を登場させます。なので、それをご参考になってください。このフグの、これね、ここ、すごくわかるかな？こういうブツブツと言います。要するに、まっすぐじゃないんですね。ちなみにこの子、こっちつるんでしょ？しっとりと、穏やか、つるりとして。こういう感じと違って、こっちは、ほら、ね。全体が、そうです。皮しぼのあるバッグのような、そういう感じの雰囲気をしています。実は、同じカゴに、こっち。この5匹。この5匹で全部同じバッグの中に入って、同じ名前で売られてる時が結構市場であります。で、市場でそれだけあるってことは、買う側が、これは何フグだな、これは何フグだなって見ながら買っているよねっていうことが大前提です。ですから、素人さん絶対ね、これ買おうなんて思わないでくださいね。見てるだけでもこの種類が違うわけです。さて、じゃあ次。この子いきます。この子、魚体的にはですね、もう、比較に、またこの子出てこようかな？出そうかな？ほら、こっちは、どっちかというと、こういう形でしょ？こういう形。それに対して、この部分は、スッとしてるわけです。で、この、魚体と、それから、このね、点々ついてるんだけど、全部に青みがかかった色してるんです。全体がね。で、これが、市場のこの東北の方でもって我々が歩いてきても、何年フグだなって、ヒレの色見なくてもわかります。そのぐらい青みがかった、体の色をしているフグ。で、極めつけ、一番見てほしいところはですね、ここなんですね。このヒレの色。このヒレの色、東京都の教本だとこれ、レモンイエローって言ってます。比較に、この子。ほら。ね。こっちは真っ白だけど、こっちは。ね。そして、ここの横側の黄色、このラインもシュパッと、鉛筆で持って引いたみたいにシュパッとなってます。これに対して、同じ黄色でも、こっちの、ほら。この形、この色、ね。なんとなく薄黄色でしょ？これとか、こっちも。似てるかな？似てるけど、やっぱり違うでしょ？見るからね、鮮明な黄色をしています。これがこのフグの特徴。このフグの名前、出てますかね？次。
この子です。この子、ね、こう見て、こう見て、こうひっくり返して、ここのヒレ見て、ね、こう見て、こう見て。ちょっとヒレの色が、なんか違うぞ、違うぞ、じゃあ違うだな。で、ヒレだけ見てると困っちゃうんです。さあ、私最初何言いましたっけ？体の形をまず見ましょう。体の形をまず見て、体の形、ね、今さっき見たこのシュッとしてるのよりは、どっちかというと一番最初にお見せしたこの子と同じ。こういう形ですね。いわゆるフグ型です。で、体の形をまず見たら次です。この体のね、トゲがあるかないかを見るんです。で、このフグ、トラフグと違ってですね、トゲの形がすごく曖昧なんですけども、こっからこっちに、魚のね、上から下に向かってこうやったらわかんないんです。下から上に向かってこうやってやると、なんかザラザラと、なんかザラザラとします。まるで紙やすりみたいな。これね、トゲなんです。これ、近くしてわかるかな？こんな感じ。わからないですかね？わからないと思いますけど。とっても細かいトゲなんで、これでもトゲって書くんですよ。だから、教本にある、少子がたくさん密生しているっていう、この形ですね。下から、ヒレのね、背びれの上から頭に向かってこうやってこう、触ってみると、ザラーって感じる。そんな程度のザラーっとした感じ。で、もう、このフグの場合、形がこの形で、ヒレ、トゲがこのちっちゃいフグのトゲがザーってついている時点で、もう分かってないといけないフグです。決まってます。横から見たら結構似てるんですけど、後でお話ししますが、この子は背びれから頭に向かってこうやってもツーンとしてる。で、その時点でこの子は見分けがつくわけです。次、参ります。これね、次って言いながら、この2本ですね。最後に出すこのもう1本と並べちゃいましょう。そっくりでしょ？もうね、同じ箱の中に、まず入ってます。市場でね。市場でやってくる同じ箱の中に、この2本は一緒に、まず入ってます。どちらも、このぐらいの大きさの時はこうなんですけど、どっちだけな。こっちだけ、こんぐらい大きくなるんです。で、こっちは、このぐらいか、もうちょっと大きくなってもこのぐらいまでです。その違い。さて、すごくわかりづらいんですね、この二つ。大概これで、悔し涙を生む人いるんですよね。で、さっき申し上げた通り言いましょうね。行きましょうね。体の形、こう、つるんとしてます。防水型、フグ型をしています。それでね、次、背びれの上から頭にかけて、こうやって指で、こっちね。こっちはわかんないからね。こっちに向かってこうつるっとやります。はい。何にも触りません。つるんとしてます。さて、そうなってきたら、後ろ。ここ。ね。尻びれ見てください。真っ白でしょ？この尻びれが真っ白い。で、全体がこういう形をしてるんだ。ということで、このフグが断定で特定できます。はい。さて、最後です。どう見ても素人さん、このフグは、つい今しがた見せたこのフグと同じだと見えるんですよ。どう見ても同じように見えますもんね。違いは、ここだけ。ここだけ。では、説明します。まず、体の形、こういうフグ型。ね、フグ型してます。はい、次、背びれの上から、向こうに向かって、こっちに向かって、こう。はい。やっぱりつるんとしてます。そして、そうなってきたら、
尻びれ。さっきお見せしたこのフグみたいな鮮やかなレモンイエロー、鮮やかな黄色、レモンイエローとはちょっと違って、でも黄色い。黄色いですね。で、黄色いからこのフグは特定できました。はい。わかりましたでしょうか？それで、こうやってね、こうやってね、こうなった時に、はい。もう一番最初の、こっちはいいですね。もう、皮のこの、つぶつぶがこう寄ってるみたいな、こういう、これでもう判断できます。そして、アニマル柄。うん。これで、このフグがわかります。次、こっちです。背びれから、こう、指当てて、ずーっと、引っかかった。なんかヤスリみたいに引っかかるぞ。これで、このフグはわかりました。念のため、後ろを見ると、薄黄色。こいつだ。ひょっとしたら、この子は、オレンジかもしれません。そうなるともっとわかりやすいんですけどね。この大きさなので、わかりづらいけれども、ここがザリッとした時点でもう特定できました。さて、次です。この3匹、色目でもうわかりますね。色目と体の形でもうわかるはずです。この、ね、シュッとしたフグ型でないのはこの1本だけ。もう、わかりづらいように。こう入れる。こんな中で。で、色が違うでしょ？青黒いです。で、この子はもうわかりました。はい。で、この子ちょっと今説明タイム戻したけど、さっきみたいにずるっとしたから、ずってこう、ね。紙やすりの表面みたいに引っかかるから、トゲがあるからこの子はわかりました。で、最後です。そっくりさん。ね。この子とこの子、そっくりなんですけど、順々に行きましょう。フグの形、背びれから上でつるんとしている、後ろに返したら、はい。こっちが白。こっちが黄色。ということで、判断がつきました。という形で、フグの鑑別が行えるわけです。一番最初にも出てるんですけども、素人さんで、このね、フグの調理をしないでくださいって、一番事故が多いのは一番最初のこれなんですよ。で、このフグたち、市場とかでさばいて売られてる形がよくあるんですけど、さばいてしまうと、もう、私にもわかりません。さばくって皮剥ぐってことですから、フグが、見分けつくのはこのヒレとか、この模様だとか、トゲだとかね。こういう部分があってこそわかるんで、ドレスとかグル向きとか我々は申すんですが、そういう状態に一旦なってしまったらもうわかりません。そして、普通の人がこういうフグを手にするときっていうのは十中八九、もう間違いなく釣りなんですね。で、釣ってきた魚を自分がさばけるからってさばいてしまって、この状態を作ってしまうと、さあもうわかりません。ということで、一番最初にこの何のフグかっていうのを見分けるっていうのがこんだけ難しいっていうこと。口を酸っぱくではないですが、もう聞き飽きてるとは存じますが、どうぞどうぞ素人様の、フグ調理。もう一番最初のこの魚を見分ける時点で違ってきちゃう。ましてね、今これライトいっぱい当ててて、それでこの綺麗なところでやってるじゃないですか。だけど、実際に皆さんがこれは何フグだなって判断する場所って、大概は、防波堤の上だとか、船の上だとか、そういう足元が悪い、なかなか行ったことがない、防波堤で寝泊まりしないでしょそういう滅多にないところで、こういう船の揺れの中でもって、これはなんだ、あれはなんだ。私は見ますよ。見るけど、私も釣り船とか乗るけれど、釣り船で釣ったフグは私は使いません。何があるかわからないので、それぐらい、プロの私でも気をつけてるということを申し上げたくて申しました。素人さんもどうぞこんな形、なので、
調理にしてみようとか思わないでください。東京都の試験科目3つございます。学科、そして今やりました鑑別、それから実技試験ですね。試験の時はですね、こうやって、フグが並んでいて、それを時間3分間ですね。3分間かかって、ここに札が並んでるうちから乗っけていくわけです。で、3分以内であっても、札が全部できたなと思ったら、手を挙げて。で、それで、おしまいにしてよろしいことになっています。3分間ギリギリ、迷ってする人、実はそんなにいないと申しますか、見てわかりますよね。時間経てば経つほど迷いは増えるんです。そういうわけで、もう、繰り返しこの魚たち、市場とかね、よーく歩いてみて、これは何フグ、これは何フグ、ヒレが何、この教本を見ながらですね、参考にした上で本番に備えてください。皆さん、フグ試験を受けられる方、学科と実技は本当に一生懸命頑張るんですけども、この、鑑別で、免許取れない方って結構いらっしゃいます。とってももったいないことですので、どうぞこの鑑別も他の科目と同じぐらい力を入れてですね、当日はどうぞ頑張って、受けてください。皆様の挑戦をお待ちしております。ご視聴どうもありがとうございました。